瀬名は悪女だったのか。どうする家康に学ぶ日本史。家康は一生後悔した。瀬名築山殿は嫡男信康と共に織田信長の命令で徳川家康に殺害されたと言われている。瀬名は家康に殺害されるほどの悪女だったのかを詳しく見ていこう。通説では瀬名は名門の今川氏出身であることを鼻にかけて家康を見下したために夫婦関係は破綻していたと言われている。さらに嫡男の信康と武田氏に通じたために織田信長の命令で瀬名と信康は家康に処刑されたことになっている。そのため瀬名築山殿は長い間悪女として語り継がれてきたが、近年瀬名悪女説は徐々にではあるがその支持を失いつつある。それに代わって支持されつつあるのが泣いて瀬名を切る説である。この説は概要次の通りである。家康は瀬名を愛しており、瀬名も家康を愛していたため夫婦関係は良好であった。しかし1573年元亀3年三方ヶ原の戦いで家康が武田信玄に大敗すると状況は一変する。武田氏は多くの忍びや歩き巫女を使って甲州金をばらまいて徳川領内を攪乱した。特にまだ若い信康が治める岡崎城下には徳川家を裏切って武田方に寝返る者も多く出た。さらに今川氏出身の瀬名には三国同盟で懇意となった知人が武田方にもいたようである。徳川家を何とか救いたい思いでいっぱいの瀬名は信康と共に不用意にも武田方の知人と連絡を取っていたようである。しかし1579年天正7年瀬名と信康の行動が露見して信康の正室五徳姫が父信長に通報する。信長は徳川家の重臣酒井忠次を呼びつけて瀬名と信康の行状を詰問した。しかし忠次は目の奥に怒りをたたえた信長にろくに反論もできずに引き下がったようである。この時に信長は信康の処分は家康の思う通りに行えと言ったという。さらに女性である瀬名の処分について信長は一言も触れなかったという。酒井忠次から信長の言葉を聞いた家康は数日間悩み続けたようである。そして信長に弁明できなかった忠次を恨んだという。家康は岡崎城に出向いて信康と話し合い、まずは8月4日に信康を大浜城に移している。さらに家康は信康を堀江城、そして二俣城へと移しながら信長の怒りが静まるのを待っていたようである。この膠着状態を見ていた瀬名は自分が自害する代わりに信康を救いたいと家康に申し出たと考えられる。家康も最初は反対したに違いないが、瀬名の熱意に負けてついに認めたと思われる。瀬名は8月29日岡崎城から二俣城への道中で喉をついて自害し、家康家臣に解釈されている。瀬名の首はすぐに信康のお守り役であった平岩親吉によって信長のもとに運ばれたようだが、信長の表情は変わらず怒りは収まらなかったようである。
近吉から信長の表情を聞いた家康はついに信康を切腹させる覚悟を決めるのである。お守り役であった近吉は家康に自分が自害して信康を救いたいと申し出た。しかし家康は信長の態度から信康の命を救うのは無理だと近吉を制している。そして家康は近吉にこれ以上身内のものを失いたくないと言ったという。松平信康は9月15日に自害している。享年21であった。家康は生涯この時の決断を後悔するとともに、その時の辛さを周囲の者たちに漏らしたという。このことから瀬名が決して悪女などではなかったことが推察されるのである。